はい、YouTube をご覧の皆様、こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、サプリメントについて、説明させていただきます。結構皆さんからですね、サプリメントって効くんですかっていう質問を受けるんですけども、サプリメントに関しては、否定はしません。はい、否定はしないんですけども、おすすめしません。はい、っていうのが私の本音です。それなぜかっていうのを説明しますね。あのそうですね。よくこうこれはあくまでも栄養学の話になるんですけども、ビタミンとか食物繊維とかミネラルとかいい水を飲みましょうとか、そういうことを言う人はやっぱいますね。います。でも、例えばそのビタミンとか食物繊維とかミネラルを取って果たしてアトピーが改善している人がどれだけいるのかっていう話なんですね。例えば100人サプリメント、いいサプリメントを飲んでですね、果たしてどれぐらいの方がアトピー改善していますかっていう話なんですよ。で、サプリメントを飲んで、アトピーを改善している人はやっぱり少なからずいるんですよ。探せば多分100人いたら多分5人ぐらいは改善しているかもしれない。ひょっとしたらもっと少ないかもしれないですね。でも100人飲んで90人ぐらい改善してるかって言ったら絶対じゃないですよね。それはこれはもう断言して言います。はい。なので、そうですね、こういう栄養学とかサプリメントっていうのはあくまでもアトピーの要因なので原因ではないんですよ。なので、改善するとすれば時間はかかるでしょうし、果たしてこの水とかミネラルとか食物繊維が、なんでアトピーの改善につながるのかっていうのはちょっと私は、個人的にはちょっとまだ勉強不足でわからないんですね。もしわかる先生がいたらぜひ教えてください。で、私が一番伝えたいのはこういうビタミンとか食物繊維ミネラル脂質タンパク質水炭水化物酵素ファイトケミカルいろいろあるんですが、ここでよく皆さん考えてくださいね。皆さんおそらく、サプリメントを取っているかもしれないです。取っていたとしましょう。こういう栄養素が果たしてどれくらい体の中で吸収されているのかっていうのをぜひ考えてくださいね。はい、こういう水ミネラルいろいろありますけども、果たしてどれくらい吸収されているのかっていうのを考えてください。100% 吸収されているかというとそんなことないんです。はい。もし 100% 吸収されていたらアトピーは改善するかもしれないんですけども、100% 中一体何%ぐらい吸収されているのかっていうのを、ぜひ考えていただきたいと思います。この話をすると今度は微生物学の話になるんですけども、今日は微生物学の話はしません。どれくらい改善されているのかっていう、話をさせていただきます。日本のサプリメントっていうのは海外のサプリメントに比べると結構品質が悪いんですね。悪いんですよ。もう微生物学の話をする以前の問題でまず品質的にかなり悪いです。はい。で、今度は、ちょっとそれを説明させていただきます。はい、ここでは、ちょっと面白い記事があったので、皆さんに紹介させていただきます。ですね、この記事は毎日新聞に載ってました。去年の2019年の11月ですね。そのテーマは、そのサプリメント吸収されてませんよと。皆さんが飲んでいるサプリメント吸収されてません。商品テストで4割が時間内に溶けずっていう内容なんですが、これどういう記事なのかっていうと、市販されている100種類のサプリメントをですね、国民生活センターが商品テストしたところ4割以上が、水に溶けなかったっていう話なんですよ。4割以上。つまり100種類あって100種類のサプリメントがあって4割以上
4割以上4割以上か4割以上が水に溶けなかったっていう話なんですね。ってことはですよ、4割以上が医薬品で定められた規定時間内に水に溶けなかったっていうことはですよ、もうこの時点で100種類のサプリメントから4割引くと、もうこの時点で残り60個の60種類のサプリメントが有効であるかもしれないっていう話なんですね。今の時点ではもう4割はダメなんですよ。はい、4割は全く効かない。残り60種類のサプリメントは効くかもしれないっていう話なんですね。でここからちょっとまたさらにからくりを説明します。100種類のうち40種類はもうダメ、全然効きませんっていう話。だって水に溶けてないんだからっていう話なんですね。じゃあ今度この60種類のサプリメントの話なんですけども、こっから果たしてどれくらい水に吸収されていたとしても、今度その次の話ですね。今度果たしてどれくらいその栄養素が吸収されているかという話なんですね。水に溶けたのは分かったと。60種類のうちの、サプリメント、今度は水に溶けました。今度水に溶けた後の話。水に溶けた後今度どれくらいの確率で、その栄養素が吸収されているかっていう話なんですよ。残念ながらですね、どれくらいの確率で栄養素が吸収されているかっていうのはちょっと実験されてないんで、この記事でははっきりわからないんですけども、おそらくそうですね、多分10% 未満でしょうね。10% 未満、わずか、私の個人的な意見ですよ。おそらく多分 10% 未満で、10% 未満のサプリメントが、吸収されていたんじゃないかなと思ってます。なのでそう考えると、使える効果のあるサプリメントは 10% 以下だと思うんですね。10% 以下。残念な結果ですね。4割以上は水に溶けなかったっていう話はこれ事実ですね。実際にこの国民生活センターが実験してるわけですから。じゃあ今度 60% のうちのサプリメントどれくらいの可能性でどれくらいの確率で果たして吸収されているか、もう多分 10% 以下だと思います。全然効かないですこんなのは。はい。でですね、今度、次ちょっと面白い記事をさらに紹介したいなと思います。では今度この記事はですね、先ほどの話の続きなんですけども、さっき、日本のサプリメントの品質はかなり、海外のサプリメントに比べて悪いっていう話をしました。でいろいろそのサプリメントを販売するにあたっていろんなルールが設けられているんですけども、海外と日本ではかなりその基準が違います。日本はかなり緩いです。緩い。例えばですね、これ見ましょうか。表示通りの栄養素がちゃんと入っているかどうか、それを表示する義務っていうのは日本の場合は全部それを栄養素を表示する必要ないんですよ。省略してもいいんですよ。でもアメリカの場合はどの栄養素が入っているのか、これちゃんと全部明確にする必要があるんですね。これ必須って書いてますよね。で果たして日本の場合はこれ省略可能って書いてますね。ここがまず全然根本的に違いますよね。で次、粒はきちんと体内で溶けているかどうかっていう基準ですね。これ規定する必要は日本はないです。はい。アメリカの場合はどれくらいの時間が、その体内で溶けるのかっていうその表示する義務ですね。これ必須なんですね。これは。はい。ここも違いますよね。で今度異物の混入の心配はないのか。これは規定なしです。日本の場合は。アメリカの場合は必須です。もう全然違いますよね。はい。で今度国の、査察はどうなのか。日本そんなの必要ありません。アメリカの場合は必要あります。はい。これだけもう基準が全く違うんですよ。で一番皆さんに注目していただきたいのがもうこれなんですね。ここ。
表示通りの栄養素が入っているかどうか、表示する義務ですね。ここもこれ皆さん問題あると思いませんか？日本の場合は。日本の場合これ省略していいんですよ。どの栄養素が入ってるかどうかなんて別に全部表示する必要ないんですよ。って考えると何入ってるかどうか分かんないですよね。怖くないですか？ひょっとしたらまたなんか変なもの入ってるかも分かんないですよね、日本の場合は。でもアメリカの場合はちゃんとそういうのは何が入ってるかっていうのは全部、明確に表示する義務があるので、もう日本の場合はもう最悪です。ダメです。全てのそのサプリメントの会社がそうかっていうとそうではないんですけども、あくまでも日本のルールとしてはかなり緩いです。はい、というのを踏まえて、サプリメントを飲むんであればそれを全然否定しないので、皆さんよく考えていただければなと思います。はい、今回のテーマはサプリメントでした。ありがとうございました。